教えて、のつ先はい、それではのつくん、教えてのつ先生ということで、全く釣り竿もこう触ったことがない人に、ちょっとどうやって釣るか教えてもらっていいですか？はい。まずね、釣り場所、ポイントのツークと、こういう状態で、レンタルセットしております。この竿が、このシルバーの筒の方、竿受けに入ってて、赤い方に仕掛けが、こういうふうに入っております。これがよく効くタイラバということですか？そうですね。タイを、このゴムでできたラバーで釣るのでタイラバという仕掛けになります。こちらはこの重りとゴム。で、ゴムの中にこういう針っていう、3つの、部品でこう構成されてて、この重りがね、貫通してて誘導式という。で、重りだけが先に落ちていって、海底にトンってついて、後からひらひらひらと、重りが、仕掛けがついてくるよと。で、海底についたら、糸を巻くことによって、スーッと、一緒にくっついていって、上がっていくと。で、タイはこの下から、コン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 って振ってきて、最後ここまで来ますよっていうような単純な仕掛けですよと。まず、初心者が、のつくんの船に乗ったら、基本まずはタイラバを体験するという形が多いですか？もう年中通じてできる釣りなので、非常に、シンプルな仕掛けですし、釣り方も、非常に簡単な釣りになるので、皆さんまずはこのタイラバをご案内させてもらってやっていただいてます。これ初心者もこうですし、のつくんとか、いわゆるガチ勢の皆さんもタイラバつけてますけど、初心者からもうガチまで、タイラバって全て対応できると。対応できますね。すごいですね。はい。で、狙える魚もタイだけじゃなく、いろんな魚が食ってくる可能性があるのがこのタイラバなので、そういった意味でも面白さがある釣りですね。で、これをどう落としていくんですか？そうですね。まず、竿の持ち方ですね。竿の後ろ側にこういう突起があります。トリガーって言うんですけど、こちらに、小指と薬指で挟んで、中指でリールのセンター、真ん中ら辺をこう支える感じ。これでくるっと反転して、竿尻。こちらを脇に抱える。これ、昔からなんかね、よく見るスピニングリールっていうんですか？あれとちょっと、これが上なんですね。あれはなんか下ですけど。そうですね、そうですね。このドラムの、方向性もね、スピニングリールはこうついてるね。そうですよね。投げたりする必要がないので、船の釣りはこのもう真下に落とすだけなので、こういう、ベイトリールっていうのが主流になります。これベイトリール。ベイトリールという形ですね。今のようにこう持つやり方が一つと、おそらく初めての方とかっていうのは、こういう持ち方自体がまず慣れてないので、これもやりながら、時折、ここをね、ピストルみたいに、バンバンって持つような感じで、こう持ってもらっても大丈夫です。まあ、どちらにしても、この竿尻は脇に抱えて、水面と竿が水平状態になるような形が基本姿勢になります。これね、聞かずにやると、このピストルみたいな形が多分普通みんな持つと思うんですよね。そうですね。小指にかけるのはなんでなんですか？どうしてもですね、ここの糸の巻いてる束のとこまでが遠くなっちゃいます。なので操作性で言うと、小指と薬指で挟んでやった方がこう近づけますから、ここにね、クラッチって言って糸を出したり、止めたりっていう、この操作するところ、あとこのドラムがこう回るところ、こういったところに、多少ちょっと操作が必要になるので、こうなるとちょっと遠い。私も手大きい方じゃないんですけど、やっぱり手がちっちゃいと、こう小指と薬指で挟んだ方が操作はしやすいです。いう形になります。で、まあこの状態で水平状態保ってもらって、これで初めて仕掛けをね、仕掛けのとこから出して、このまま海に落とします。これやると、今まだ落ちていきませんけど、ここにありますが、ありますよね。この状態でこの真ん中のクラッチ、ここをカチッとすると落ちていきます。ぐるぐる。ただ、この落とす時の注意点としては、このドラムを軽く親指でこうやって触っておく。今触ってる。これ外しちゃうとパラパラパラーっと、ポイントがちょっとブレて、たまにここで絡んじゃいますんで。絡まる可能性があるので、軽くこう触っておくと。この状態でもう、先ほどの仕掛けが海底に着くまで待ちます。今もう全く見えなくなりましたが、もう下の方に。スーッとスーッと落としていって、
でね、これちょっと気になるのが、はい。メーターで今40とか41とか40とか、これは深さですか？そうですね。この海面からの今仕掛けがいってる水深ですね。はい。が出るようになってて、ある程度ポイントによって私が事前にね、今ここ何メータースタートですよっていう形でご案内するんですけど、その近くの数字で止まると思いますんで、そこまで落としてやると。これ普段ね、船乗らない人だったらこう、ちょっとびっくり怖くなるぐらいの深さですね。そうですね。そうですね。もう今60メーターですからね、かなり深いですよね。大体この辺りもこれぐらいの深さはあると。そうですね。今日今ここやってるのはどちらかというと深い方のポイントですけど、まあ大体平均的には5、60メーターぐらいが多いですね。その位置にタイとかハマチとかそういうのがいるということなんですか？そうですね。特にタイは海底付近が多いので、まずは落としてやるのが大事ですね。はい。もうそろそろこれでまあまあ深いですね。そうですね。今真下が90超えてますから。落ちてどこまで行くんですかね。これでね、止まったとこ、今止まりました。これ止まるっていうのは、本当にこう、落ちるのが止まるんですか？今一瞬止まりました。止まったらすぐ巻くんですけど、そこを見逃しちゃうと、これまた出ます。これはなんでかって言ったら今船が押されてるんで、仕掛けはついてるんだけど、糸だけどんどん出ちゃう。だからこれだともう延々出るので、さっきのトンって止まった瞬間に、このハンドルを向こう側に回します。で、カチッと言いますね。カチッって言ったら、ここがね、クラッチがこう、繋がって、巻ける状態になります。はい。こう巻けて戻らない状態ですね。そうです。魚が引っ張っても戻らないと。この状態で、時期にもよるんですけど、このリールのね、ここにスピードっていうのがね、こう巻いてる時だけ出ます。で、今はね、この数字がね、だいたい2とか3、これくらいの一定の速度で、今100で止まったので、基本的には下から10、なので90まで1回巻いてみます。そこで止まったところが100メーターなら10メーター巻くと。はい。これ今スピード2で巻いてます。で、ここまで来て、要は何もなかったので、このままもう一回落とします。で、また下につくまで落としていくと。はい。スーッと落として、で、さっきよりもちょっとまた斜めになってるんで、数字が出ると思います。はい、まとまりました。はい。で、ここでまとまりました。このスピード2とかだな、2で。で、今、魚探では真下が90メーター。はい、で、今もう20メーター以上余分に出てる。これ斜めに出てるので。潮の流れでこう、そうなんです。重りが押されるみたいな。で、こういう時はね、下から10上げても、実際仕掛けは5とか6しか上がってない。斜めなんで、なのでそういう時は20メーターぐらい巻いてやると、トータル10メーターぐらい上がるよねっていう形で。極力ね、船から真下に落ちるように操船はするんですけど、多少のズレはね、どうしても出るんで、そのあたりは調整しながら、またその都度ご案内はするんですけど、だいたいこういう感じでまた90まで戻すと。じゃあ、改めて、このメーターを見ながら、落ちたところから、落ちたらすぐ止めて巻き始めて、基本10メートル巻くと。そうですね。で、慣れてくると、まあ、逆だな。慣れないうちはどうしてもここばっかり見ちゃうので、先ほどの話じゃないですけど、これで酔っちゃったらどうしようかなとかっていう方もいらっしゃるんで、あまりここばっかりを気にしすぎなくてもいいです。最初のこのスピード、回すスピードの感覚を掴んでもらって、で、このリールはね、1回転で52センチ。巻いていきます。なので、20回巻いたら約10メーター。20回が目安と。そうです。なので、もう慣れてきたら、もうここ見なくても、トンってついたら、1、2、3ってこう、頭の中で20回数えて、何もなかったらまた落とすと。この繰り返しで大丈夫です。じゃあ、たまにこのスピードを確認しながら。そうですね。確認するとかもたまにスピードを確認するのと、海底にトンってついた時の水深をもう一回見とけば、今こう、海底が盛り上がってるのか、下がってるのかっていうね、海底の状況なんかもなんとなくつかめながら、それをね、想像することによって結構、ゲーム性が出てきて楽しい釣りができると思います。このスピード、2とか3というスピードは、
その都度時期によって、野津くんの方が指示してくれると。そうですね。はい。直近の超過状況とか見ながら、どういうスピードでアプローチするのが一番確率高いよねっていうのを、都度ご案内させてもらいます。目安としてこう、寒い時期はどれぐらい、暖かい時期はどれぐらいみたいなのがあるんですか？そうですね。今やはり水温が低い時期なので、ゆっくりめ。で、これからまた夏になってこう水温がどんどん上がってくると魚の動きも活性化してくるので、そういう時はもうスピード4とか5とか。そんなに結構違うんですね。はい、違ってきますね。じゃあそのあたりは、野津くんのアドバイスを聞きながら、そうですね。合わせてと。その時に合ったものをまたご案内させてもらうんで。はい。で、今こう、まあ、10メートル巻くって言ったじゃないですか。こう、なんか、その時は、竿はもうまっすぐのまま、それで、巻くのもこう、スピードの変化とかつけたりはしなくてはいいんですか？してはダメで、逆に言ったら。で、竿ももう、この状態ですね。対面と水平状態ですね。この状態で、一定の速度でこう、ずっと巻き続けると。これをすることによって、その魚から当たりがあった時と、そうじゃない時の差が分かりやすくなります。今のこの穂先の曲がりが、ね、この状態をずっと、キープしておけば、これで当たると、グググって入っていくので、あ、これ当たったなとか、いうのがより分かりやすくなります。下に行き過ぎたり、上に行き過ぎたりすると、分かりにくくなります。じゃあこれをしっかりこれをしっかりマスターすることが重要で、これっていうのは、こう、ベテランになっても基本は変わらない？基本は一緒です。基本は一緒ですし、この、基本をどれだけ反復できるか、正確に反復できるかが、やっぱり超過に連動してくるかなっていうところですね。当然、まあ、そのね、慣れることは多少必要ですけど、思ったより簡単ですね。はい。もう誰でもできます。もう落として巻くだけ。なので、非常に簡単で、投げたりする必要もないですからね。そういうテクニックは一切必要ないですから。そういう意味では、投げ釣りなんかより、こう、初心者がやりやすいかもしれませんね。やりやすいです。で、どうしてもね、投げ釣りとか、まあ他の釣りなんかは餌をつけたりするじゃないですか。これもね、なかなか初心者の方、抵抗があったりとか、つけにくかったりするんですけど、この釣りはさっき見てもらったようにね、ラバー、もう疑似餌がついてるだけなので、いちいちその餌をつけたりする必要もない。なので非常に楽な釣りですね。いやー、ほんと初めて乗った時思いましたけど、餌なくても本当釣れんのかなと思うんですけど、そうですね。釣れるんですね。釣れるんですよね、本当。ありがとうございます。今漢字で、これを初めて乗った時は、こうやって直接野津くんが教えてくれると。そうですね。まずは港出港前に乗船いただいた時に皆さんにご説明させていただいた上で、こうやってポイントについてから、また各自、ご案内させてもらいながら、皆さんの状況を見てアドバイスさせてもらいます。じゃあ、本当の全然初心者でも、安心と。安心です。大丈夫です。わかりました。じゃあ、本当ね、釣りしたことないよと人にも、ね、釣りしたことないよって人にこそ楽しんでほしいですよね。そうですね。もうより多くの人に楽しんでもらいたい。この平らはね、非常に魅力のある釣りだと思いますんで。